おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、だいぶご無沙汰しております。そうですね。はい、今日は寒くなったんですけど、日差しの暖かいところではいやっていきたいと思います。で、今日なんですが、でーん。すごいですね。ちょっとやばいのはね、ほらカンちゃんはほらこういう正統派の、心拍とかをきれいに作るセンスがあるんで、そういう動画をと思って、私はこういうちょっとゲテモノ系をゲテモノ系をちょっとやってた方がいいかなと思って用意しました。はい、でこれ先輩のところにねたくさん実は小雪があって、黒松が大好きなんでいっぱいあるんですけど、その中に赤松が1本あって、これ赤なんですよ。で黒はね絶対ね言っても売らないんですけど、売ってくれないんですけど、これ赤だからいいよって言ってくれたんで、ちょっとこの辺を見つけてどういうふうにしていくかをちょっと今日は紹介していきたいと思いますんで、わかりました。よろしくお願いします。まあ何しろこの枝がすごいんですけど、ちょっと下が傷んじゃってる、でこれね本来ならちょっと先輩動画最近見るんで下手なこと言えない。あんま下手なね1本ずーっと伸ばせば1本でいいんですね。はいはいはい、よく見ますね。よくあるんです。シビ科の方でも私も昔作ってて、下をざるにしてですね、1本伸ばして黒松なんかで太らすっていう、よくやってたんですけど、あまりにもこれ元気よくって枝がいっぱいあるんで、多分下が傷んじゃったかなって、だから栄養持ってかれちゃったんですね。で育たないっていうのがあって、そろそろこれは落とさないとまずいだろうな、でちょっとね今日は本当はここで小さく切ればいいんですけど、ちょっと芽がね元気がないと、そのまま弱っちゃうっていう可能性もあるんで、ちょっとそこら辺葉っぱを抜いてですね、様子を見ながらどういうふうにするかっていうのは考えていきたいと思います。つまりどういうことですか？つまりちょっと枝を抜きながら考えていく。全部抜くかどうかまだわからないってことですね。そうですね。葉っぱを抜いて、で枝を抜いて、最後1本残すか、まあ動画的には切ればいいんでしょうけど、それをどうするかわかりました。まだ見てないんで、やりながら見ていきますと。でね、一つはそのまま普通に作る作り方って実はあって、こちらをね正面にした時に、ここからキュッと曲がってるこれを芯にして、これを芯にして、でこれを差し枝これか、これを差し枝にして、でこれを裏枝にして、でこれをこちら側こう作るっていう作り方あります。であればもうこれはいらないんですね。これとこの先か、ちょっといらないやつ抜いていっちゃいましょうか。大きいやつを、まずこれでかくないですか？また枝切り、これ普通のですね。本当だ、でっかい。でかい。これで切ってきますね。これまさぐりなんですよ、これ。そうなんですか。そう。すごい。でとりあえずこの辺からこれですね。でこれを少し残して切る。ごめんなさい、切るのはだから上が元気になりすぎちゃったんで、下を元気つけるさせるために上の勢力を落とすということですね。で構想としては、これ差し枝も結構長いんですけど、この先はいらないかな。ここ2つあります。2つ3つあるんで、そんな大きく作るんですか？だからそういう作り方もありますよって。まずは大きく作る場合は、まず大きく作る場合はって言い方ですね。これが差し枝で、これが畳んで裏枝になって、でこれがこの辺にちっちゃく作って、でこの辺で頭、そうするとこれもいなくなっちゃうんですね。そうですね。なので引っ張る枝をこれと考えれば、だからこれを引っ張る枝としてこの周り切っちゃいましょうか。引っ張るというのは水を引っ張る。水を引っ張る。そうか、ちょっと後で説明しましょう。というところまで来ました。水を吸う徒長枝っていう、途中枝が1本、1本あると、太くなるってことですね。それとこちらに、栄養と水を引っ張っていくんで、こちらの芽が元気になってくる。で今枝数減らしたんで、少しこちらに力がいくだろうと。どこまで減らすかなんで、じゃあこれをとりあえず引っ張る枝として、これをちょっと頭として、じゃあ頭じゃない枝としてこれを落としますね。で仮に作ってみてもいいんですね。これ、こういうふうにやって、これを裏枝で、でこれが将来の頭ですね。だからこの辺は曲付けしないといけないですけどね。という想定のもとに大きく作る場合はそう作りますよ。でこれは栄養と水を引っ張る枝ですよと、いうことで、ちょっと枯れっぱをね取っていきたいと思います。で枯れっぱはこれ注意しないと芽も一緒に取れちゃうんで、
ちょっと抜ける範囲で取って手で軽く引っ張った方がいいかな。赤松かな、これ赤ですね。なんかパッと見黒かなって最初思ったんですけど、はい、結構葉っぱがしっかりしてますよね。しっかりしてますね。でも目は赤ですね。目の色が赤いと赤松で、白いと黒、はい、黒いと枯れてます。黒いと枯れます枯れます。ここら辺は枯れてるな、やっぱり枯れてますね。これ取っちゃいましょうか。ダメですね。もったいないですね。あってもしょうがないんで。それでジンはジンの話してもしょうがないか。まあいいか。これも枯れてるか。これも枯れてるな。そうなんですね。だからこれがちょっと上がね元気を過ぎた影響かなって気がしますね。こう見ると分かるけど、やっぱ缶抜きのところは太るっていうのはそうですね。分かりますね。で必ずやっぱり松ってそういう缶抜きに出るんで、だからやっぱり本来この盆栽がね右左って出るのって、やっぱそこですでになんていうかな、作られたものっていうのは感じますよね。違う話になってますね。ミさんは太るって話。そうですね。缶抜きを放置したら太っちゃうよっていう話ですね。こことか特にね。そうなんですね。目を少し痛めないように。でそうすると今度日差しも入ってくるし、上の力が抑えられたんで元気になりますか。元気になると思いますね。で上がパチッと切れるかどうかをちょっと目を確認してと。下のやつに枝があれば、ちゃんとできてればもう上切ってもいい。そうなんですよね。で来年の春以降芽がちゃんと出るよっていうのが分かれば切ってもいいんですけど、葉っぱも残ってるんですけど、やっぱ芽なんですよね。芽が大事なんで、来年の春ちゃんと芽が来くかどうか。これ例えばバンって切っちゃったら上、芽が出ない可能性があるんですね。でその芽の大きさをちょっと確認したいということで、今葉っぱを取ってるんですね。それはだから水が引っ張れないからとか。そうですね。眠っちゃうんですね、そのままね。途中枝を伸ばしておいて芽を出させてから、途中枝を切る。だから来年春まで待って、芽が動きを見て、それで切ろうかなっていうのを、実はそこも大事な話で、何でもかんでもこういうのがあったら上切っちゃえよって言いたくなるんですけど、実はそのために伸ばしといたんで切りますって言うとかっこいいんだけど、いやよく注意してよっていうのがやっぱりね、ちゃんと説明した方がいいと思う。これ松に限りなんですかね。心拍だと心拍いっちゃいますよね。そうですね。心拍の方が割と葉っぱで元気になっていく、芽っていうよりはね、葉っぱがあれば成長してくるんで、そこの違いあると思いますね。はい、大体フルッパ取れました。で枯れ枝も大体取れましたので、こんな感じで、おそらくイメージとしてはここですよね。これが頭になって、ここで切っちゃう。ここですね。ここで切っちゃう。だから本当はこの芽が元気ならここでノコギリで切って、上飛ばしちゃうとわーって、前的には動画的にはね。でちょっと見てください。どうですか。ここら辺のね芽がちっちゃいんですよ。これ見えます？これが唯一ちょっと大きいかな。でもそれでもちっちゃいですよね。この芽、あとここら辺のやつもちょっと微妙ですよね。でこうなっちゃうと、これ切っちゃうと、これは芽が開かない可能性がある。春の芽がですね、次の芽なんですね。なんで一応今回はこれは取っといて、残しておいて、春まで待って、もう一度これパート2でよければもう一回切ると。そこで、次の芽がこう大きくなってきた段階で植え切っちゃう。そうですね。そうなんですね。本来の目的は、小さく作るためで、太らせるためにこれだけ太りましたんで、そのためにこういうのを伸ばしたんですけど、あまりにも元気よく伸ばしすぎちゃったためにちょっと下が傷んじゃったということなんで、無理しないっていう。無理しない。なんか涙目になって無理しないという、いうことをちょっとちゃんとお伝えしたいかなというふうに思います。どうしますか。ダメ元でなんとなく作ってみますか。なるほど。ちょっと動画的にはね、ちょっと短いかな。寂しいですもんね。そしたらじゃあちょっとそれっぽく大きく作る場合はこんなふうにもっていうのを
ちょっとやりましょうか。はい。大きく作るときは今の間延びしたやつを畳み込んで。そうですね、少しこう曲付けしといて、まあただ結局は多分ここで建て替えるような気がするんですけど、まあ一応大きくもう想定してということですよね。太い枝これとこれをかけますね。はい。でその次にこれとこれ。お知らせしていいですか。お知らせお願いします。盆栽級ストアで、私の鉢が売ってるんですけども、絵鉢も描き始めて、妖怪シリーズとか書いてますので、じゃあ画像はこちらの方で。そうです。画像というか、概要欄の URL から見てやってください。すごいですね。もうお願いします。ついに鉢作家として。鉢作家で鉢で思い出したんですけど、これはイギリス人かな、マットさんっていうよく来るいますね。フェスの時にも来ていただいて。そうあの方からプレゼントです。そうタイガバチワークショップに参加されて、急遽キャンセルが出たんで参加してくれて、でもイギリスには送れないからっていう理由で、じゃあ昼間さんにプレゼントしてください。私にっていうことで預かっております。マットさんありがとうございます。サンキューベリーマッチ。サンキューベリーマッチ。じゃあ盆栽フェスじゃなくてオーノフェスで。オーノフェスで。すごい面白くないですか、鉢。面白いですね。面白い。マットさんが作られて。なるほど。送れないよって言ったら昼間さんにって。これあれですね。すごいですね。マットさんの M だこれ多分。ありがとうございます。マットさんはほらこれだあれかもしれない。一夜さんもなんかお話ししてたって X でやってます。そうあの方ですよね。2月にも来ていただいて、昼間フェスにわざわざ来るのすごいですよね。すごい。何回も僕ら顔覚えるぐらい会ってますもんね。であの後もこちらに見えて、でイギリス帰るんだって言われてたんで、海外の視聴者の方々もね、皆さんぜひ日本へ来てください。それで今大事なものを探してるんですけど、あっちに入れちゃったか。大事なもの大事な道具入れに、何を探してたかっていうとこちらです。やっとこう。Q さんプレゼント。そうか、僕はです。そうですよ。びっくりした。なくなっちゃったこと。なるほど。なくなっちゃってひどいね。これが必要だったんですね。これを持ってきたかった。そう、ここは曲げるの大変ですね。そこは曲げないのかな。ここら辺はもう適当に。最後はね、やっとこでキュッと。とりあえず針金は適当にかけましたんで、あとはちょっと曲げていくっていうところですね。そちらが正面で差し枝なんで、これをグッと下ろすよと。ガタガタすごいガタガタいってる。最悪枯れてもいい。そうなんです。最悪枯れてもいいんで、これは思いっきり曲げながら。そうですね。であとこういう方向で少しこれが下行っちゃってこれ上行っちゃってるんで、こういうふうにねじりながら少しいければいいかなって。技見しちゃったですね、技。ちょうどね見えてなかったです。そう。でもこう横行ったの分かると思うんですよね。でここからもう一回行ってもいいですね。でこれも一回後ろへ持ってって持ってくれれば全体にこの辺で少しこう棚というか、なんかできたかなって気がしますね。これもあんまり単調にならないようにというのはあるんですけど、とりあえずこの辺でちょいちょいとできれば、問題はこの上ですね。この上が一番、この上が本当にどうなんでしょうっていう。こっち曲げたいんですね、もう一回ね。そうするとここかここなんですよね。そうです。針金のかかってる。針金のかかってるところ、こちらが正面で、ここはいいんですね。帰ってこっちに。で、大丈夫。で、こっちへ戻るのに、ここで曲げるかここで曲げるか。ここだとちょっと長すぎちゃうんで、これ一回曲げてみましょうか。
んないですねこれ。曲がんない。もう一本かけるか。もう一本かけますか。まあどうでもいい枝なんですけどね。どうでもいいんですけど、切っちゃうのにここまで来るとね、なんとか。メガネを追加しました。はい、追加しました。あ、これ言っとかなくて、宣伝。友達のおかげでいただいたあったかいんですこれ。釣り具屋さんの中に防寒シートが入ってる。はい。何のために？視聴者さん関係ない話ですよね。その人見てるんですか？その人は見てるんですか？あ、見てますね。ツイッターとかね、たまに見ててね、変なコメントするんで。ああ、その人か。うん、そう。戻っちゃう。戻りますね。これでも戻りますね。本当ね、針金の当たってるところを曲げると。そうですね。ここなら折れにくいです。はい。折れてないですね。まあこれもなんとなくで。大丈夫ですね。まあこの辺は上にまっすぐでいい話なんで、これもかけたくなっちゃった。なんか面白くなっちゃうかもしれないですよこれ。生かし。このままでいいかなって。ちょっともうちょっと短く切って。で、これいらなくなっちゃったんですねこれ。これでも作れちゃうかもしれない。どうですか。一応そこら辺正面で上はなくすってことですよね。そう将来的にはこれなくしてここで作る予定だったんですけど、これ取っちゃってこれも面白いですよね。上から落ちてくるのが、こういう作り方あるんですよね。はい、完成ですね、はい、とりあえずいらない枝なんですけど、一応こういう作り方もあるかなっていうんで、なるほど。まあ遊んでても、まあ、時間もあったし、やってみたということで、まあ差し枝があって、これ頭ですね。頭の落ち方は面白いですね。そうこういうのもねあるんですよね。ぐーっと上がってってストーンと落ちて、ここに頭作って、でここはもう後で取っちゃうんですけど、もしかしたら下が元気なかったらこれで作ってもいいかもしれないですね。まあ面白い形ですね。そうでこの辺にも裏枝もあるしね。これはこれでね、これぐらいの大きさで多分作れると思うんで、まあ本当はねちっちゃく作るよっていうことでやりたかったんですけど、目があまりにもここの目がね、小さかったんで、この辺が、充実してくれば、これで今度はノコギリで切って、ということで、まあどちらでも可能性が出たっていうことでいいんじゃないですかね。なるほど。はい、ということで、まあこういう木をもし見つけたら、なかなか盆栽園さんでは売ってないかもしれないんですけど、趣味家の方でこういうのやってる方結構いっぱいいらっしゃるんで、生産者がねの人とかをやってますよね。多いので、やった時にまずこの建て替える芽を確実に、大きいかどうかを確認してから切るよと。切る時期とかはあったり。時期は別に大丈夫ですね。芽があれば大丈夫ですね。だからこの時期でもいいですし、よくあれですね、ヤニが出る時期嫌がる人いるんですけど、ヤニって別にこう傷口巻くんで、私はそんなに気にしてないんですけど、いつでもできると思います。はい、ということで、今日は久々ですけどこういう木をやってみたということで、この動画がいいねという人はいいねボタンとチャンネル登録を、あとメンバーシップ、私も入りましたんで、ありがとうございます。あれ99円と499円かな感じです。そうです2つあるんですよね。でもう1個上のやつも3つありますね。上のやつもあるんですね。で見れるものがそれぞれ違うと。99円以外は同じです。同じです。あ、そうなんですか。ちょっと一番上高すぎるかなと思って1個下げた。低い値段のも作っただけなので。じゃあちょっとお小遣い余裕のある方は一番高いですね。見れるものは一緒なんですね。そうです。はい。いろいろね、動画撮れない時もあるじゃないですか。そうですよね。そういう時に私がご飯食べれるように。音声維持のために。はい、ということで私も今月入りました。ありがとうございます。はい。で今は登録すれば
作品展の石化材の話が見れます。平間さんのトークですね。あれね、結構私あれ視聴回数見れないんですけど見れるんですかあれ。メンバーシップの人数分しか再生されないんで。もちろんだからもう視聴回数はそんないかないんですか。残念だ。あれ、ね、結構いろんなこと盛りだくさんで喋ってるんで、年末開放しましょうか。そうしていただけると私も。じゃあ年末年始どっかでそうですね、メンバーシップ限定動画を公開で限定で公開します。期間限定で、はい、でよかったらって言ったらまた入ってもらえればいいってことですね。そうですね、そういう動画がたくさん見れるよっていうことで、ぜひ石化材というか作品展の特殊なやつは見ていただきたいなと。いろいろちょっと批判も多いかと思うんですけど、それも含めて見ていただければなと思いますんで、年末ぐらいに公開しますので、ということでぜひ見ていただいて、メンバーシップにも登録をお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。